オーストラリアに行った時に起こったんですが、感謝をすることがね、いかに強力な力を持っているか。びっくりするようなことをね、私も体験しました。それは何かというと、オーストラリアの集会の時にですね、お腹が空いちゃったんですね。そしたらね、そこにね、飴が置いてあってね、飴をで絶対食べないんですけど、その時ね、マトハサジオって食っちゃったんですね。キャラメルみたいな飴ね。で美味しいなって食べてってね、そしてね、かぶせ物にくっついちゃったんですね。でそのままね、かぶせ物が取れちゃったんです。と、と思いました。だってオーストラリアでしょ。ですぐ治療できないわけでしょ。で、何日もいないといけないから、それ日本に帰ったら歯医者じゃないですか。歯医者をそしるつもりはありませんけど、と思ったんですが、聖書にはね、感謝しなさいって書いてあるんですね。それでね、と思ったんですが、すぐね、歯が取れたことを感謝します。こう祈ったんですね。そしたらね、サタンが言ったんですね。歯が取れて何が感謝だって言ったんですね。それで私はね、言い返したんですね、神学的に。この歯が取れたということの後ろに神の計画があります。と祈ったんですね。そしたら言われたんですね。歯が取れて何の計画だって考えてみろってサタンが言ってきたんですね。それで私はね、この後ろに神の計画がありますって言ってね、もうそれで言葉を断ち切っちゃったんですね。具体的にね。そうしましたらね、チェコのクリスチャンがね、そのブログを見てたんですね。そして感動しちゃったんですね。それ何かっていうとね、私が歯が取れたことも感謝したって言ったときに、こんなちっちゃなことも感謝するのかってびっくりしたんだそうですね。そしてその人はね、信仰的にダウンしていたんですが、一気に立ち上がっちゃった。回復しちゃったんですね。具体的にね。で、チョコの人でした。そしてですね、その後、しばらく経って我々がチェコにチームが行ったんですね。そしたらですね、私たちに親しくしてくださってる牧師さんが友達を連れてきて、この人が雨の感謝の件で立ち直った人ですよって言って紹介してくださったんですね。で、ちょうどその時にね、榊さんがね、予言の本を持ってたんですね。英訳文のね。そしてね、私が書いた本なんですけど、それをね、お土産ですって相手の牧師に渡したんですね。で、私ね、そういうの苦手なんです。だって私の本をお土産って知らないんだから、相手は。読みたいとも何とも思ってない。チョコレートとかそうだったらお土産ですけどね。でもね、渡しちゃったんです。私ね、なんて思いながらですね、言ってたんですね。そしたらそれがですね、飴が食べて歯が取れたことの感謝で、回復した人にその人渡したんですね。はい、読んでてってね。で、私ね、もうめんどくさいからね、その人、読んで内容を教えてくれ程度に言ったのかなと思ったんですね。ところがね、それが違ったんですね。その人はね、専門のね、翻訳者だったんです。専門家だったんですね。だから渡したんですね。そしてね、その人は本を読んでくださったんです。感謝の件があるからね、あることも大きな原因だと思いますね。そしてね、主が触れちゃったの。そしてね、どうなったのかっていうとね、この本をね、チェコで翻訳しないといけないっていう思いが与えられちゃったの。そしてね、牧師にそのことを言って、牧師に内容を説明してですね、そしてですね、その牧師と彼はですね、その予言の本をチェコで翻訳するっていうふうに示されて、そう動き始めたんですね。でそうしましたら、結局どうなったのかっていうと、
サリーさんたちも動いてどんどん進んでいっちゃって、チェコでその本がね、出版されるということになっちゃった。本ができてね。そうしますとね、私の歯が取れて、それを感謝したことを通して、一人が立ち上がって、そしてですね、私の本がね、チェコ語に翻訳されて、出版されることになった。技が進み、感謝を通してのその後ろの働きが進んだんですね。で、それがですね、今、ポーランド語にね、この間、翻訳されて、ポーランドで出版されることになって、そしてですね、ロシア語に訳されたんです。で、ロシア語は東ヨーロッパ全域に行くんです。20カ国ぐらい。つまりね、その結果ね、東ヨーロッパ全域でね、出版されることになった。そしたらね、今度はドイツ、西ですよね。ドイツに行って、ドイツで翻訳されて出版されることになったんです。一つ面白いと思ってるのはですね、この予言の本がまず東ヨーロッパで動いて、そして西ヨーロッパに行くっていう、その道筋をたどり始めたんですね。で、驚いてるんですね。それは何かっていうとですね、歯が取れたことを感謝することによって、一人が立ち上がり、そして翻訳の動きになっており、そして東ヨーロッパ全域に動いて、で西まで動いてきたっていう時に、この感謝の祈りの力、恵みの大きさっていうのを非常に強く感じるんですね。